この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は、線、さらに上手くなるということでですね、前回のこちらの動画に引き続き、線を引いていくときに意識するだけで、線画が劇的に上手くなっちゃう方法についてお伝えしていきたいと思います。皆さんの中にもね、なかなかうまく線が描けるようにならないんだよなっていう方いらっしゃると思うんですけど、線がうまく描けないのにはですね、いくつか理由があります。この動画を見ていただければ、あなたが線がうまく描くのを邪魔している障害になっている、その理由を知ることができ、そしてその障害を取り除くことができると思います。ちなみにこの動画はデジタルの作画を前提にはしていますが、紙とペン、アナログの場合にもですね、共通して意識できる部分たくさんあります。なのでデジタル、アナログ問わずですね、今から紹介するテクニックの中から一つでも実践していただければ、いまいち線画が綺麗に描けないんだよなという方でも上手に線を引くためのコツを手に入れることができ、あれ、線画ってこんなに楽しかったっけ、そんな風に成長していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。ちなみに前回の線画上達講座もですね、動画の最後にリンクが表示されますので、気になる方はこちらの動画を見た後で前回の動画も合わせてチェックしてみてください。あなたの線画をさらにパワーアップさせるきっかけにしていただけると思います。それでは早速いってみましょう。Before、まずはですね、動画を始める前に、これから紹介するようなテクニックを一切無視して線を描いてみました。はい、こんな感じです。どこが悪いのって思った人もいるかもしれません。特に何も意識せずに線を描くと普通はこうなりますよね。まあ綺麗に描かれているので、これでも全然問題はないですが、これから話すことを意識すると、この線画がめっちゃいい感じになっちゃうんです。順番にポイントを解説しつつ進めていきましょう。タブレットの設定を見直す。まずは線を描く前の下準備です。そもそもですね、デジタルで線を引くときに、ここができていないから線が綺麗に引けない人ってめちゃくちゃいるんですよ。デジタルで線を描く場合に、今や必須なのがペンタブレットですが、このペンタブレットですね、設定を間違ってしまうと、知らず知らずにものすごく使いにくくて、そもそも線が思い通りに引けないような設定になっていることがあります。ちょっとここ自信ないよっていう人はですね、詳しくはこちらの動画を見てください。線をきれいに引くためのタブレットの設定の3ステップが紹介されています。もうこれをやっただけで嘘みたいに線がきれいに描けるようになったっていう報告が多分冗談抜きに500件以上報告されているぐらい効果的な設定です。で、今回はね、その中から一番簡単な方法を紹介します。これ液タブではできないんですが、板タブレットを使ってる人、こんな風に紙を貼りましょう。普通にコピー用紙でいいですし、少し丈夫な紙がいいなっていう場合にはケント紙がおすすめです。セロテープで固定するのが一番簡単でいいでしょう。4面しっかりとずれないように貼り付けてくださいね。そうすることによってペンとの摩擦が増えて引っかかりができるので、自分が思った線がスッと自然に描けるようになっちゃいます。線の太さを変える。さあ、思い通りの線を描く準備ができたところで、最初のポイントなんですが、もう早速ですね、今回の最重要ポイントお伝えしちゃいます。ここは大事なのでメモしてくださいね。線の太さについてのルールです。線を引くとき、基本的には次のルールを守ることで、線のまとまりが圧倒的に良くなってしまう、そんな約束事があります。それがこちら。パーツごとの枠線は太め、一番外側の輪郭は一番太くです。どういうことか実際に書いていってみましょう。パーツの枠線は太めに。まずですね、太めの線ですが、例えばこういった顔の枠線や髪の大きな毛束を表す線などですね、こういう大きなパーツの枠線は比較的太めの線で描いていくのがいいと思います。どのくらい太く描いていくかについては、こちらは絵柄や画像の
大きさによって違うので、何ピクセルとかまでは指定できないんですが、自分の絵柄の範囲内でちょっと太めかなぐらいの線で描いていくのがいいと思います。また、絶対に入れなきゃいけないわけじゃないですが、入り抜きですね。線の強弱のことですが、この入り抜きを特に意識してつけるべき線も、このパーツの枠線ですね。この線に強弱をつけることによって、絵に抑揚を追加でき、動きのあるイラストに仕上げることができると思います。さあ、太めに抑揚をつける。このことを意識しながら、ある程度大きなパーツの枠線を描いていきましょう。はい、こんな感じですね。結構超スピードで再生されたので、途中の過程がすっ飛んじゃったような感じがするかもしれませんが、この間にもですね、細かいポイントが含まれるので、そこは後で詳しく説明しますね。今は一旦次に行きましょう。内側の線は細めに。パーツの枠線が描けたら、その中に描いていく線については、枠線よりも細めの線を意識して描いていきましょう。なぜそうするのかというと、パーツの内側の線は、外側の線に比べて小さな段差や質感を表すための線だからです。絵柄にもよりますが、ここを同じ太さで描いてしまうと、全体的にのっぺりとしたまとまりのない線に見えてしまう場合があります。そうならないように、枠線よりも細めを意識しつつ描いていきましょう。また、枠線をしっかりつなげて、線と線の間を閉じて描いていったとしたら、内側の線はですね、意識的に途切れさせても構いません。こうすることによって、線が途切れている部分は段差が少ない部分という情報を足すことができて、さらに抑揚を加えることができるからです。ただですね、顔の内側のパーツ、特に目の線については結構太めでも大丈夫です。顔のパーツに関しては例外で、全てのパーツよりも優先されますので、ここをね、細く薄い線で描いてしまうと逆に違和感が生まれることがあります。目はくっきりとこんな風にしっかり描いてくださいね。一番外側の輪郭線は一番太く。そして最後、一番太く描く線。それは、一番外側の線、輪郭線ですね。ここは全体の線の中でも一番太めを意識しましょう。パーツの枠線より気持ち太め。そのぐらいを心がけるといいと思います。もうなんなら最後に、こんな風に輪郭線を縁取りしちゃっても構いません。そうするとですね、ほら、見比べてみるとわかるんですが、なんか若干絵がまとまったような感じするでしょ？これはなぜかというと、線画全体に優先順位がついて、目に入ってくる情報が整理されたからです。これは箱に例えるとよくわかるんですが、線の太さに差をつけていない状態はこんな感じ。パーツの枠線、内側の線、輪郭の線、すべてがこんな感じで同じ大きさの箱の状態です。対して線の太さを変えた状態はこう。輪郭線が一番大きな箱、パーツの枠線は中くらい、そして一番小さな箱が内側の線という風に箱の大きさを違えたおかげで、こんな風にひとまとまりの塊として捉えられるようになったわけです。これがですね、今日最もお伝えしたかった線をうまく描くための秘訣、最重要ポイントです。線の太さは情報の優先順位によって差をつけましょう。まずはここ、しっかり覚えてくださいね。さあ、本日の大枠については今お伝えした通りなのですが、線を描いていく上でここを注意するとさらに線がうまく見えるというポイントがありますので、そこに関しても細かく解説していきましょう。長いストロークで描く。まずはストロークに関してです。ストロークっていうのは線の長さのことですが、線はですね、できるだけ長いストロークで引きましょう。デジタルになれない方はどうしても画面をすっごくアップにする傾向があるので、そうすると画面に映る範囲が小さくなってしまいますよね。そうすると一本一本のストロークが短くなってしまって、こんな風に細かい線をつなぎ描いていっちゃうことがあると思うんですが、こうするとね、どうしても線の勢いがなくなってしまいがちです。特に紙なんかはそうなんですが、長いストロークで描いた方が圧倒的に綺麗に見えます。なので画面をあんまりアップにしすぎずに、手首のスナップを使いながら長いストロークでスーッと描いていくことを心がけましょう。でね、その際にぜひ使ってほしいのが Undo やり直し機能です。これね、デジタル初心者の人はずるいとか思
思うかもしれませんが、そうですよ。ずるいですよ。いやでもいいじゃないですか。だって、いくらでも書き直せるのがデジタルの強み。それで綺麗になるなら、迷わずガンガン使うべきです。コマンド Z に手を添えておいて、気に入らなかったらガンガン戻す。気に入る線が引けるまで書き直しちゃいましょう。皆さん安心してください。これをやっていないプロは多分いません。画面を回転させる。ここまで聞いて、長い線書くのは苦手なんだよなぁと思った人もいると思うんですが、そんな時は画面を回転させることで長いストロークがずっと書きやすくなります。Photoshop なら R を押しながら画面をドラッグすることで、こんな風に画面を回転させられます。これによって線を引きやすい角度を見つけましょう。他のソフトもね、この回転機能ほとんどついているはずなので安心してください。そうです。線はですね、引きやすい角度があります。長いストロークは手首を使って書く必要があるんですけど、その場合手首を中心に円を描くようにペンが動きますよね。だから基本的に手首のスナップが使えない反対側にこう書くような線は人体の構造上どうしても引きにくいんです。そういう場合には無理にそのまま線を引かずに画面を回転させたり反転させたりするのが重要です。これはですね、紙の場合にはみんな自然にやるんですが、デジタルだとついつい忘れがちです。意識してみてくださいね。強弱をつける。さあ、先ほど線の強弱で抑揚をつけるという話をしました。もう一歩踏み込んで影になる部分は濃く太く墨だまりを作ってみるということでも線画に締まりを加えていくことができます。このように顎の下や物と物が重なって影が濃くなっているような部分は後からこんな風にググッと濃い線を入れて墨だまりを作ってあげることも効果的です。線ってそもそも何なのか、何を描いているのかっていうと、一つの考え方として影を線として表現しているっていう考え方があります。なので濃い影がつく部分は太い線で、影があまりつかない明るい部分は細い線で描く。そういう風に描き分けることによって線だけで陰影を表現することができ、より一歩進んだ高度な線画表現が可能になります。これちょっと難しいかもしれませんが、ぜひね覚えておいてください。つながりを一気に描く。これは細かいテクニックですが、出来上がりの見た目にかなり影響を及ぼす大事なテクニックです。例えばこの部分ですね。この線はパーツが横切っているため一旦途切れてはいますが、よく見るとこちらの線とつながっています。こういう場合、線をただなぞるようにこう書いてしまうと、こっちの線とこっちの線、つながりが弱くなってしまってなんだか不自然になってしまうことがあります。そうならないためにはですね、こんな風に一気に線を描いて、その後で間の部分を消してあげる。このように描くとより自然に仕上がります。線画はですね、厚塗りなどと違ってより少ない手数で絵の見栄えを一気に上げられる効率的な描き方ではありますが、だからこそ線の一本一本が持つ意味、線一本に含まれる情報量が多いです。なので小さなことですが、こういった細かい気配りをするのとしないのとで仕上がりのクオリティに大きな差がついてしまいがちです。線画を描くときにはこういう細かい部分にも気配りを忘れないようにしましょう。色トレース。さあ、これは若干おまけ的な部分なんですが、色トレース、線画に色をのせるっていうテクニックです。描いた線に透明度ロックをかけると、こんな風に線に色をのせていくことができます。こうするとどういう効果が得られるのかというと、色トレによっても情報に優先度をつける効果が得られます。さっき線の太さで情報の優先度をつけましたよね。線を太くすれば目に飛び込んでくる順番、優先度が高くなり、細くすると優先度は低くなるという話をしました。色も同じです。濃く黒に近い線は優先度が上がり、薄い線は優先度が下がります。なのでこんな風に外側の輪郭線をくっきり濃くして、中側の線を外側に比べて若干薄くしてあげる。そうすると、これは微妙な違いに見えるかもしれませんが、わかりますでしょうか？全体としてのまとまり感が色トレをした方がまとまって見える感
感じがしませんか？このテクニックは特にパーツが多くて線がごちゃついてしまいがちな鎧などを着たキャラクターを描くときすごく効果的です。ごちゃごちゃした線をすっきり見せたいときには色トレースをして線の優先度をしっかりとつけ絵をすっきりと見せちゃいましょう。はい、それでは一番最初に描いた画像とテクニックを使った後の画像見比べてみましょう。線の強弱によって優先度がつき線画が見やすくなりましたよね。その他細かいテクニックによっても一本一本の線がより綺麗に見栄えが良くなったのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。今回紹介したテクニック結構ね多かったのでなかなか1回では自分の絵に一気に落とし込むことは難しいかもしれませんが、今回はここだけ意識してみよう、次はここという風に段階的に取り入れていただくことで違和感なく線画を上達させていけるんじゃないかと思いますので、ぜひ何度か動画を見ていただき徐々にレベルアップにつなげていただければ嬉しいです。そして最後にちょっとだけ宣伝させてください。なんと僕のチャンネルのマスコットキャラクターケイちゃん、なぎさちゃん、田中ちゃん3人の T カードができました。はい、実物これですね。見えますか？こちら応援型 T カードっていう特殊な仕様になっていて、簡単に説明すると期間中に貯めたポイントがチャリンチャリン、なんとそのポイントで僕を支援できちゃうっていう仕様になっていてですね、いやなんかねこれを僕が宣伝するっていうのすっごくいやらしい感じになっちゃうんですけど、いや違うんです。ポイントはねもう貯めなくていいです。いやむしろ貯めないでください。いやもうねはっきり言います。ポイント貯めるの禁止。いやだってそのポイント僕に入ってきちゃいますから。いやでも聞いてください。ですね、じゃあなんでこの T カードを皆さんに宣伝するのか、このカードをみんなになぜ持っておいてほしいのかっていうとですね、この T カードのイラストはこのチャンネルを見てくれている皆さんの画力が超アップしますようにっていうね念を込めて描かせていただきました。なのでこのイラストの絵柄もスケブを片手に鉛筆を構えているケイちゃんのイラストで一緒にお絵描きしようってケイちゃんがね皆さんに語りかけているイラストになっております。なので T カード自体はね使わなくていいです。でもぜひですね画力アップのお守り代わりに皆さんに持っておいていただけると嬉しいです。あと万が一ですね何かまかり間違ってポイントを貯めてしまったとしても、ただそうはさせません。ポイントに応じて得点があってですね、特に僕が気合を入れてこのためだけに取り下ろしたメイキング映像ですね、こちらが見られるようになっております。なので絶対にポイントを貯めないでほしいんですが、もし間違って貯めちゃった場合にもですねこちらが見られるようになっておりますので、そちらで元を取っていただければと思います。なんて宣伝なんだ。はい、下の概要欄に URL を載せておきますので、そちらから500円でゲットしていただけます。興味がある方はそちらからチェックしてみてくださいね。以上、ケイちゃん、なぎさちゃん、田中ちゃんの T カードの宣伝でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。